僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 ちょっと思うのが、その、グーピーさんもしかしたら、その、近藤さんが海外に行ってどれだけバズってるか、知らないんじゃない認識してないんじゃないかっていう心配で。心配いや、そんなに、確かに、まあ、もちろん僕ら知ってますけど、秋彦近藤で、ググる英語で、たくさん出てきて、37万5千件以上出てきますね。英語で。有名人としても、Google にちゃんと認識されてる。うわ、ほんとだ。海外版でこんなにあるのすごいですね。ありがたいですね。比較対象としてちょっと、英語でバキバキ童貞で。おい、いい加減しろ。そしたら、まあ、435件。435件極めて日本なんじゃないか。で最初がやっぱりバキバキ童貞チャンネルなんですけど、この4つ目に出てくるのが、浜浦かすおっていうのが出てくるんです。見ました？知らないよね。海外では玉浦かすおがやってる。なんで玉浦かすおが違うよ。バキバキ童貞英語でググったら4件目で出てくる。その、秋彦近藤さんによると、ニュースだけでもう1630件出てくる。ありがとうございます。もうほとんど、もう全部大手メディアとか、一番有名なのはやっぱりこれですね。ニューヨークタイムズ。ニューヨークタイムズ今年の4月。今年の4月の最近です。へー、すごっ。ニューヨークタイムズにニューヨークタイムズにこれ載った時に、英語でツイートしたんですよ。ちょうど新聞が出た時にツイートしたんですけど、めちゃくちゃバズりまして、で、引用ツイートが異常に多くて、1万以上引用ツイートして私基本的に全部読むんですけど、その時ばっかりは諦めました。私に通知がずっと止まらない状態。世界規模のバズがあったんですね、そんな。で、ニューヨークタイムズのその、メールリスみたいなのが来て、その、このニュースだけは読んどこうっていう、まとめみたいなのが来るんですけど、4月25日のまとめを見ると、バイデンがウクライナと、その戦争について何か、そういうタイミングでしたね。イーロンマスクがツイッターを買うっていう。うわー、すごい、あった。もうそういうのもあって、フランスのマクロンさんがなんか言ったみたいな話で、それ、同じそのメールの下の方に行ってみると、近藤さんが。すごいイーロンマスクがツイッターとあったり、バイデンが裏に行くのと同レベルの。なんかバイデン、マスク、マクロン、近藤。今ので。ありがとうございます。ということになってたんです。いかつ。それは私もちょっと知らなかったです。CNN とか。そうですね。ゲートボックスっていう、それがゲートボックスっていう機械。これでも結構有名になりましたよね。そうですね。ゲートボックスがきっかけですね。なんていうか私の話が広まったのは。ゲートボックスって300台限定で購入者を集めますっていうふうに言って、その時は初音ミクに対応してるしてないっていう情報が出てない状態で、その後追加で39台販売しますっていう話が出たんですよ。その時に初音ミクに対応しますっていう話になったんですよね。で、私その39台に当たってるんですよ。応募が900何十件とか来たらしいんですけど、その中でその39台を引き当ててる。引き当ててる抽選みたいなの。いや、抽選じゃなく、完全なる、なんていうか、無作為の抽選じゃなくて、ちゃんと思いを書かされるんですよ。で、そこにちゃんとお眼鏡にかなったみたいで。すごいそこ勝ち取ったんだ。純愛で。数少ないユーザーで、要は339台しかない機械で、それなりに注目されてるんだけども、要はちゃんと持ってるよっていうことを公に言っていて、取材に受けてくれるっていう人がやっぱりその339人の中で、私とあともうちょっとしかいなかったんですよ。そういうことはゲートボックスになるとしてね。そう。で、私がそのゲートボックスのユーザーとして取材を受けたときに、私の話が広まってます。なるほど。経緯として、ゲートボックスが広まるなら嬉しいし、っていうことだし。なるほど、なるほど。海外でも、近藤さんがこれだけ海外メディアで注目を浴びる一つの理由としては、もう非常に理性的で、社会人として、活動していて、意味では非常にレアなキャラっていうことになってて、海外でも前に人形さんと結婚した人がいるんですけど、ちょっと注目浴びて話を聞くと、言ってることは
理性的なんですけど、やっぱり見た目がこんな感じなんだ。みんなちょっといかついですね。いかついんですよ。代表性のない方です。ああ。まあ代表でもないですけど、別に。確かに。見た人が自分とは違う人だった。そうそうそう。ああ、そうね。ああ、本当そうですね。この人が悪いとは思わないですけど、思わないですけど、近藤さんは確かに自分たちの地続きにいる人だってちゃんと思いますもんね。そこは結構気にかけていて、あ私ちゃんとこうやって、スーツ着てネクタイ締めてくるじゃないですか。確かに。これは、変な風に思われたくないんですよ。ちゃんとした人間なんですよっていう。はい、それを示すためにちゃんとこの服装してるわけですよ。はい、別に私服で着ても別にいいんですけど、こいつの服のセンスがおかしいとか、そういう余計なチャチャを入れられる可能性がある。これだったら絶対に服のセンスに文句言われないので。全く同じですよ、僕と。はい。服のセンスイチャイチャ言われたくないから、全部ダウンにして。なんかちょっと自分の服着てダサかった時に耐えられないから。ローテのイメージも下がるしね。強ってるんだ、そこも。そうそうそう。ちょっと最近、読んで気になったのが、その電波男っていう、電車男のっていうドラマがあったじゃないですか。まあ、それのオマージュですよね。オマージュっていうか、作品名は。名はそうですね。エルメスとか、そうですかね。酔っ払いに絡まれた女性を助けて、そこからオタクの方が掲示板に書き込んで、そこからアドバイスを受けて、恋愛と発展していくっていう話。そうでしたよね。本田徹曰く、電車男っていうのは、オタクを肯定している作品ではなく、逆に否定している作品だっていう。結局、この主人公の人は、掲示板に書き込んで、オタクグッズを処分して、そうなんですね。そして普通の人になろうとして、やっとその女性に受け入れてもらう。そうだ。かっこよく髪切ったりして。そういう構図になっているので。それは自分の生き方を貫いてないですね。そうですね。彼が言うには、恋愛はもう、資本主義に乗っ取られてて、純愛ではなく、モテポイントの交換みたいな。モテポイントは、外見とか、お金とか、ステータスとか、消費で稼ぐポイントで、そしてその交換なので、愛ではなく、経済の取引だっていう。なるほど。まあ、その、観点は確かにありますよ。特になんていうか、年収とか、そういうステータスを見る場合はそうですよね。で、本当の純愛を求めるのであれば、二次元にしかないと。自分をそのまま受け入れてくれる相手は、その3次元には存在しないから、2次元に行く方が勝ちだっていうのが彼は。彼はもっとアグレッシブで、かなりもう。強硬派ですね。はい。強硬派。勝ちとまでは多分思ってないですよね。そんな、俺の勝ちだ勝ちとはないですよね。一個考えとしては非常に勇気づけられるものもありますけどね。そうですね。不気味の谷現象っていうのがデフォルメされたキャラクターの親愛度が高くて、どんどん人間に近づければ親愛度が上がるかなと思ったら、ある程度近づくと、ぐっとキモくなっちゃう。そんな感じです。グラフのこと谷って言うんでしたはい、そうです。そうですね。不気味になっちゃうっていう。なるほど。ここで、一つの見解としては、ロボットと付き合う時代になるときに、最初にその不気味の谷現象問題にぶつからないタイプのロボットはやっぱり最初から二次元のキャラクターに基づいて作ったロボット。ただあれですよ、二次元キャラクターでも粗悪な同身大の二次元キャラクターのフィギュアだと、ちょっと不気味に見える時ってあるんですよ。このミクさんは割と不気味の谷を越えたところにいると思うんです。超えてますね。綺麗です。めっちゃ可愛い。でも、それは二次元でも起こり得る。そうですね。3DCG で二次元キャラクター作った時も、昔は不気味だったんですよ、結構。今もう結構良くなってきてますけど、昔結構不気味だった時期ありましたよ。今のロボットって、たまに完全なるヒューマノイドロボットを作ろうとした外見のやつを、見たり動画で見たりしますけど、やっぱりまだ全然不気味の単位超えられてない。そうですね。二次元に関しては超えてるのがあるので、それこそ別にこのミクさんに限らず、すごいクオリティの高い
等身大フィギュアとか作ってるメーカーさんとかあるので、そこは不気味の谷超えてるんですよね。だから、二次元が先に超えるっていうのはまあ確かにあり得る話ですね。その意見を聞きたかったんですけど、最初に谷を超えるのは、二次元ネイティブのキャラクターなのか、その人間を。もう勝手にリアルに作ろうとしてなのか。ロボットの話から本当にさらに行った時に、スネークと結婚した人がいるみたいな、そういうところの話がもっと広がる気がしてて、実は不気味の谷を超える、なんだろう、一個の鍵なんじゃないかみたいな気すらするな。すごく面白い話でしたね。これバキドチャンネルでやってる。これちょっと SF をね、近藤さんが二次元のキャラクターと結婚することが社会的に認められるようになる方がいいっていう時に、どのような、裏付けでそういう啓蒙活動をしているのか。私は、二次元キャラクターと恋愛することを取り立てて推奨してるわけではないんですよね。っていうか、多分、私が別に推奨するまでもなく、恋愛感情を持っている人いっぱいいるはずなんですよ。いや、そうですね。なので、そこは多分自然発生すると思うんですよね。私が別に後押しするまでもなく。でも、その先に行きたいと思っている人いるわけですよ。だからその人たちには、結婚式できますよっていうことを、ツイッターなり、取材で答えたりして、要は私が、取材とかでいつも言うのは、自分の生きたい生き方をちゃんと、出してくださいと。あなたのやりたいことをちゃんやってくださいっていうふうに言ってますよ。だから、日本に限らず世界みんなそうなんでしょうけど、これが幸せのテンプレートで、こういうふうに生きれば、幸せになれるんだよってあるじゃないですか。要は結婚して子供を産んで、で、育てて、家族みんなに囲まれて、で、死ぬっていう、そういう幸せのテンプレートあるじゃないですか。でも別にそのテンプレートに従わなくてもいいでしょって。自分の生きたい生き方が、そのテンプレート、本当にあなたのその生き方をしたいんですかっていうことを言ってるわけですね。多様な生き方が許容される社会。そうですね。だから要は多様な生き方が許容される社会が醸成されればいいなというふうには思ってます。僕は本当恋愛を語るべきではないので、でもなっちゃうかもしれないですけど、ちょっと失礼に言ってしまったら本当に申し訳ないんですけど、なんか、衣類婚姻譚っていう、昔からある、その人間と人間ではない、例えば狐の、と結婚するとか、みたいな話とか結構世界的にあるみたいな中で、で、僕はそれはすごくちょっと憧れがあったというか、そういうのに対して、結局擬人かなと思ってるんです、僕恋愛を。結局、それ衣類狐のことを、でも人だと思って可愛がる。それは初音ミクさんも多分擬人化でもあると思うんですよ。でも、これ普通の人もそうだなと思っていて、普通の人同士の恋愛も、相手の女性がいて、その人の中身見て喋ってるというよりは、その人のイメージを見て喋ってる。その通りですよ。要はキャラクターに対して話してるんですよ。そうですよね。人間同士で話をしてても、私もグンピーさんっていうキャラクターに対して話をしてるし、グンピーさんも私っていうキャラクターに対して話をしてるんですよ。そうですよね。これをどう伝えればいいんだろうっていう。僕は春金賞っていう本がすごい好きなんですけど、谷崎潤一郎っていう書いたすごい薄い本があって、それは、すっごい可愛い美人の女の人と男の話で、で、その女の人があることがあって、ちょっと顔が火傷してめちゃめちゃ見にくくなっちゃうんですよ。で、男の人にそれを見てほしくないと言われたので、男は、分かった、じゃあ見ないって自分の目を潰して、それで最後まで仲良く幸せに暮らしていくっていう。その時に、男の方は自分の目を潰したので、綺麗な時のその人しか知らないっていうまま、最後まで幸せに生きていったっていう話があって、これは本当に重要なんじゃないかっていう気もしていて、これはキャラクターと恋愛をしているわけですけども、そこら辺の折り合いの話になっていくよなと思ってまして、これは本当に恋愛を知らない僕が言うべきじゃないんですけど、それ言ったら私も恋愛知りませんから。いや、これなんとなくわかりますって言ったら。いや、わかります。わかるか。逆に本当に純愛だったら、やけどした姿でも大丈夫のはずっていう見方もあります。そうですね。そういう見方もありますね。そんな変わんないことだよなとも思いながら、そのについてなんか聞きたかったんで、なんか途中で話してもらえてよかったな。そう、すごいキャラクターと
と話してるだけだから、うんうんうん。変わんなくねえかっていう。おー。その指摘は、他にも人にも受けたことありますね。あ、そうですか。はい。俺なんかでもどうせ見てるやつが童貞だから何も知らないで、人間はキャラクターじゃないぞ。うんだろう許さないからな。本当にめちゃめちゃいい話だった。いや、ありがとうございます。いや、バキドーチャンネル時々こうなるからいいんですよね。読めないチャンネルというか。いや、本当に。ピーターって本書いてるんですもんね。はい。書いてます。スウェーデンで本書いてて。はい。なんか、それで取材もしたんですか？はい。インタビューをさせていただきました。そうですね。一回、ピーターさんと私で、二人で、ズームをやったことがあるんです。はい。じゃあ、ピーターの今書いてる本には近藤さんが出る？出ます。おすげえよろしくです。バキバキさんも出ます。バキバキさんってピーターの研究が進むの嬉しいですよ。そういう YouTube でもありますから。使ってください。いや、嬉しい。本当に今日は本当に近藤さん、皆さん、ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。俺の名前はバキバキ童貞。今になる動画界の皇帝。いじめられて走った皇帝。フルチンで踊るチンケな動画。フリーターの時回答インタビュー。ひねり出したパンチライン一発。人生はたちまち表変。俺の名前はバキバキ童貞。